2022年11月、4年に一度開催される FIFA ワールドカップが行われました。サッカーファンのみならず、アーミーが注目したのは、開催国カタールで行われた開会式だったのではないでしょうか。なぜなら、我らが黄金万年、ジョングクが開会式に登場し、花を添えたからです。世界規模のスポーツの祭典で、韓国のアーティストが開催国でパフォーマンスをするのは初めてのこと。サッカーは世界で人気のスポーツであり、ワールドカップは世界中の人々が注目しているお祭りです。その場所で堂々とかっこいいパフォーマンスを披露したジョングク。9年前のデビュー時は16歳。可愛い末っ子が世界の大舞台で活躍するほどに成長し、6人の兄たちはさぞかし嬉しく誇らしく思っているに違いありません。ジョングクがこれほどまでに成長したのは、6人の素晴らしい兄たちの中で育ってきたからでしょうね。BTS はとっても仲が良く、お互いが信頼関係で結ばれています。素晴らしい関係の中で、末っ子のジョングクがどんな風に兄たちに育てられ、今、最高のパフォーマンスができているのでしょうか。記憶に、新しいジョングクの近況とともに、ジョングクと6人の兄たちとの胸キュンなエピソードを探ってみましょう。焼肉屋でも焼けたものはすべてジョングクへ。BTS がご飯を食べる姿は、アーミーにとっておなじみのシーン。どんな食事のシーンでも、彼らはとっても美味しそうにご飯を食べているので、もりもりと食べている彼らを見ていると、幸せな気持ちになりますよね。そんな食事のシーンでの、ジョングクと兄たちの関係がわかる場面がこちら。アーミーがツイッターに投稿した画像なのですが、RM とジミンと一緒に焼肉を食べているジョングクです。鉄板の上で焼けているお肉を見ると、焼けたお肉がジョングクの方へ集まっています。兄2人が食べ盛りの弟がお肉をたくさん食べられるように配慮したのでしょうか。弟思いな様子が伺えますよね。BTS が韓国ならではの鉄板を囲む食事シーンをたくさん目にしますが、いつでも焼き上がったら自分よりも弟へと気遣う彼ら。韓国は目上の人を敬う文化がありますが、兄たちがジョングクにお肉を食べさせようとする様子から、BTS は上下関係を気にせずお互いを敬い気遣っていることがわかります。とっても素晴らしい関係で、こんなところもアーミーをときめかせてくれます。美味しいものはジョングクへ食べさせる。焼肉にとどまらず、美味しいものはメンバーと共有するのが BTS。食卓を囲むと、一口食べてとメンバーに食べさせるシーンにほっこりしてしまいますよね。こちらは2021年に放送開始された In the Soup 2 EP3 のワンシーンです。J-Hope が朝食にと自ら美味しそうなクロッフルを作って食べているところに、ジョングクが J-Hope が食べてみると大きな一口をジョングクに差し出すと、あーんと大きなお口でパクリ。この時、J-Hope はまだ自分が食べていないのに、美味しい最初の一口をジョングクに食べさせていたのです。自分よりも弟優先の J-Hope。ジョングクだけでなく、テテや RM にも食べると声をかけて一口をサービスする J-Hope に胸キュンしてしまいます。こんな優しい兄さんに甘やかされているなんて、本当にジョングクは世界一幸せな末っ子ですね。泣いてるジョングクを優しく包み込む。いつでも可愛い末っ子を甘やかす兄さんたちですが、ジョングクが悲しく辛い状況にいる時には、そばに優しく寄り添う姿が見られています。2019年8月に公開された、ブリング・ザ・ソウル・ザ・ムービーの中で、公演前のウォーミングアップ中にかかとを切る怪我をしてしまったジョングクの姿がありました。実際に
2018年のワールドツアーLove Yourselfのロンドン公演で、怪我のために椅子に座ってステージに立ったジョングク。公演の時間が迫る中、怪我の治療を受けるジョングクを心配して兄たちが寄り添います。リーダーの RM は、ジョングクのメンタルが壊れないかと心配する言葉を口にします。パフォーマンスができないことで悩んでしまわないか、それが一番心配だとも口にしていました。何よりも、ジョングク自身のことを一番に心配する RM に心打たれてしまいますね。ジョングクは初めてのヨーロッパ公演を目前に出なきゃいけないと強い気持ちを表しますが、かかとの傷が思いのほか深く、絶対安静が必要となってしまいます。公演中はいつでも全力でパフォーマンスするジョングク。この時は7人でステージに立つことができましたが、兄たちが歌い踊る横で椅子に座りながら歌うことになります。完璧なパフォーマンスを届けることができなかったと、不甲斐ない自分のことを悔やんだのでしょう。公演の途中涙を見せる場面がありました。泣いているジョングクに、兄たちは駆け寄って声をかけます。歌い踊りながら、座って歌うジョングクのそばに来て励ますように寄り添う様子も見られました。また、ジミンは、アーミーに、みんなで、ジョングクに I love you と言ってあげましょう。と言って、ジョングクを元気づけました。弟思いのジミンの優しさが伝わってきます。ライブ中や、ライブ後の楽屋で、思うようにできなかったり失敗したことを悔やんだりして、よく泣いている場面を目にするジョングク。その度にメンバーが彼のそばに駆けつけて寄り添っていますよね。本当にメンバーから愛されていることがわかりますね。ジョングクを褒める。2021年4月のラン BTS EP138 で卓球にチャレンジするときには、兄たちがジョングクを甘やかす場面がありました。まずは、先生に卓球の基本をレクチャーしてもらいます。卓球経験が未熟なジョングクが卓球台の角に置かれたペットボトルにボールを当てようとしますが、なかなか当たりません。そこに兄たちからの声援が飛びます。すごく惜しいね。だんだん近づいてる。そしてなぜかジミンがペットボトルに近づきます。ジョングクが打ったボールがペットボトルに当たった。と思いきや、同時にジミンが手を伸ばし、ボールが当たったかのように、ペットボトルを下に落としていたのでした。そして、ジョングクが上手にボールを当てたかのように、兄たちから歓声が。何でも器用にこなしてしまい、黄金マンネと呼ばれるジョングクですが、いつでも、こうして、兄たちが全力で褒めてくれます。黄金マンネが誕生するのも納得がいく気がしませんか？そして、2022年、FIFA ワールドカップ開会式で公式テーマソングを披露したジョングクですが、世界規模の祭典の舞台での堂々とかっこいいパフォーマンスに、兄たちが反応を見せています。ジミンはリバースでかっこいい、とコメントしていましたね。また、シュガもインスタグラムで、JK と声援を送っていました。他の兄たちも、おのおのリアルタイムでワールドカップを視聴するテレビの画面を SNS などに投稿していて、ジョングクを応援していたことがわかります。可愛い末っ子の大舞台を兄たち全員が見守るなんて、まさに胸キュンな兄弟愛ですね。まとめ。ジョングクが今こうして世界を舞台に活躍するまでに至ったのは6人の兄たちから愛情をたっぷり注がれて育てられてきたからだということがわかりますね。嬉しい時も辛い時も頼れる人が寄り添ってくれたら心強いですから、大舞台で素晴らしいパフォーマンスができるのも納得です。家族、兄弟のような素晴らしい関係の BTS。これからもその兄弟愛で私たちアーミーの胸をキュンキュンとさせてくれるはずです。
そして愛にあふれたお互いの存在が彼らの源になり、素敵なパフォーマンスとなって私たちに届くことでしょう。